こんにちは、セナです。このチャンネルでは日本の文化やしきたり、生活、歴史、日本のちょっと面白いことについてお話ししていこうと思います。皆さん今日はどうお過ごしですか？何かしましたか？皆さんのいる国の天気、街の天気は今どうですか？私が今住んでいる国がオーストラリアでメルボルンになります。オーストラリアはこの地球の南半球にありますね。なので今冬です。はい、特にメルボルンは冬の間に、雨が多く降ることで有名です。連日、雨がパラパラ降っていたんですが、今日は雲一つなく青い空で晴れ渡っています。はい、皆さんの街の天気は今どうですか？はい、前回のエピソードでは、日本の夏祭りについてお話ししました。日本の夏では神社でのお祭りがあったり、あとは花火大会が日本各地であったり、今もう8月に入りましたけど、東京や大阪や他の地方でもまだまだ花火大会がたくさんあると思います。なのでもし今日本に住んでいる方であったり、今後、この夏に日本に旅行する機会があればぜひ夏祭りをチェックしてみてくださいね。そして、日本の夏では夏祭りに行って楽しむというような方法を前回お話しできましたが、実はもう一つ変わった楽しみ方があります。それについて今日はご紹介していこうかなと思います。まず皆さんは納涼という言葉をご存知ですか？納涼という言葉を知っていますか？納涼というのは、涼しさを収めるというふうな漢字を書いて、意味が、夏の暑い日に涼しさを楽しむといったような意味があります。例えば日本では風鈴の音、風鈴を知ってますか？風になびいてチリンチリンっていう風になる鈴のことですね。この音を聞いて日本人は涼しいなっていう風に涼を取ります。涼しさを感じます。それであったりとか、あとは、かき氷ですね。暑い夏にかき氷を食べて涼しんだり、そういったいろいろな方法があるんですが、その中の一つとして怖い話をしてその怖さでゾッとして涼しくなるっていう風な方法があります。方法というか文化、風習ですかね。はい、夏になると日本ではテレビでは、心霊番組であったり怪談スペシャルであったり、そういったものがすごく多く放送されますし、夏の間に新しいホラー映画が映画館で上映されることもたびたびあります。はい、そういった今日は日本の怖い話文化について幽霊と妖怪の話を交えて少し詳しくお話できたらなと思います。日本には昔から怖い話を語る習慣がありました。その遊びの一つとして百物語というものがあります。百物語なので100個お話を話すんですね。それは夏の夜に友達とお家やお寺で集まってろうそくを100本用意します。そして火をつけます。そして誰かが一つ怖い話を話し終わるごとにろうそくの火を消していきます。なので本当に100個怖い話をするんですね。そして100個目最後のろうそくの火を消した時に本物の幽霊が現れるといったような言い伝え風習があります。これが百物語です。はい、百物語、たくさんの怖い話が日本には、あります。その一つとして妖怪ですね。妖怪は人間ではないけれど自然や動物から、生まれた不思議な存在です。この妖怪の一つは、例えば日本では野生動物が人間の姿になって、なる妖怪があります。例えばキツネやタヌキですね。日本には山奥にたくさんいます。そのキツネやタヌキは昔から、美しい女性に化けたり僧侶に化けたりして人間を騙す不思議な、存在として
妖怪の一種として考えられていました。狐に関しては神社などで多分銅像とか石像とか石像かとか見るとは思うんですけど、そういったように野生動物が、変身して化けて妖怪の姿になるということもあります。あとは幽霊は死んだ人の魂から生まれた、お化けですね。ゴーストになりますね。幽霊は人に強い、妬みや嫉妬などを持ったまま亡くなった人が霊として現れた存在です。そうなのでそういった幽霊は悲しい気持ちであったり、生前起こった恐ろしい気持ちなどを人間に伝えようとする存在です。妖怪は人間ではないけれど人間と関わったりする奇妙な存在として日本ではたくさんの妖怪がいますなのでその妖怪の中には怖いものもあれば可愛いものも、あるそうです。なので今回この幽霊と妖怪を例を交えてご紹介していこうと思います。まず幽霊は昔から日本では能や狂言、歌舞伎などの日本の舞台芸術のとても人気なテーマでした。しかし江戸時代に入ってから浮世絵や読み物などを通して幽霊は大衆、人々にも普通の人々にもポピュラーな存在になります。日本の怖い話を怪談というんですが、怪談は雨月物語であったり四谷怪談といった、名作がたくさん生まれました。そして、また芸術分野ですね。日本画家の丸山応挙という人が描いた幽霊画もとても人気になりました。その幽霊画は日本の幽霊の典型になったとも言われていて、白い着物を着ていて長い黒髪が乱れていて足は描かれていない姿です。これが日本の幽霊の典型になったと言われています。こういった幽霊がポピュラーになっていて、幽霊を題材としたお話、怪談もとても盛んになりました。そのお話を、いくつか紹介していこうと思います。一つ目がお菊さんです。お菊さんとは、もう何百年も前に日本のあるお城で働いていた若い女性です。この女性はある日お殿様が大切にしていた皿をなくしたと言われます。しかし実際なくしたのはお菊さんではなかったんですね。こういったふうに罪を着せられたんですね。わざと罪を着せられたんですね。そしてお殿様は怒ってお菊さんを井戸の中に投げ込んで殺してしまいます。そこから井戸の近く、夜になって井戸の近くを通ると1枚2枚3枚といったようにお皿の数を数える女の人の声が聞こえるそうです。10枚目のお皿を数える頃には声が薄く細くなっていくと言われています。こういった怪談はもうその井戸だけでなくて、井戸があるお城であったりとかそういったところで多く語られるそうです。また、怪談の中には雪女もとても有名です。雪女は雪が降る夜にだけ現れる綺麗な女性の幽霊です。昔ある男の人が、雪山で雪がたくさん降って吹雪にあって倒れてしまいました。そこに現れた雪女がその男性を助けてこう言います。このことは誰にも話さないで。話したらあなたを殺します。そう言って男は約束を守って元気に生きていくんですが、ある日そのことを妻に話してしまいます。そうすると妻はやっぱり話してしまったのね。この妻の正体が雪女だったんです。こういった怪談、怖い話は最後の
話の終わりが地域によってはいろいろ変わることはあるんですが、例えば雪女が男を許すバージョンであったりとか、もう雪女がもう家を出て行ってしまうという風ないろいろな終わり方、バリエーションがあります。また、次にはこれは現代の都市伝説ですね。現代の、幽霊として有名なのがトイレの花子さんですね。はい、トイレの花子さんとは小学校のトイレに現れる小さな女の子の幽霊です。ある学校の女子トイレの3番目の個室をノックして花子さんいますかと聞くと、はーいと小さく声がするそうです。そしてドアを開けると赤いスカートを履いた小さな女の子の幽霊が立っているそうです。これも花子さん、怖がらせるだけの花子さんもいれば、そのままトイレの中に引きずり込もうとする花子さんがいたり、様々です。はい。でもこれはとても有名ですね。私も小学生の時、なんとなく3番目のトイレは入らないようにしていました。怖かったので。はい。これがトイレの花子さんのお話です。こういった幽霊のお話とはまた別で妖怪ですね。妖怪も日本の中世で、絵巻や絵本に登場して人気になります。日本の中世というのは、1200年1300年代ぐらいですね。江戸時代前の、時代の名前で言うと鎌倉時代であったり室町時代にあたりますね。はい、この時代に百鬼夜行図という、絵巻が登場して、この絵巻はたくさんの妖怪が列をなして行列をなして歩く姿が描かれています。これが先駆けとなって幽霊がとてもポピュラーな存在になります。幽霊というのは怖いだけでなくてちょっとユニークなキャラクターという立ち位置で人気になりました。はい、これも浮世絵や読み物にも多く登場します。この、妖怪の中で一番人気なのが鬼ですね。鬼は頭の上に角があって肌は赤色の鬼であったり青色の鬼であったりいろいろ様々で、またとても大きな妖怪です。はい、この妖怪は有名なのは、昔話でもたくさん出てきますし、日本の行事の節分でも鬼は外福は内といったような掛け声とともに知られている妖怪ではあるんですけど、こういった場面ですごく有名人気な、妖怪です。はい、この鬼は山の中に住んでいて人をさらったり人を食べたりしてしまう怖い妖怪だと語り継がれてきました。そういった鬼というのはただ怖いだけでなくて人間の心の中にある悪い気持ち、例えば怒りであったり妬みであったり嘘などを象徴することもあります。これが鬼ですね。また、カッパをご存知でしょうか。カッパというのは川や、池などの水の中に住んでいる妖怪です。見た目は亀のような存在ですね。このカッパの話をした時に忍者タートル知ってますか？忍者タートルにちょっと似てるかもしれないです。はい、この背中には甲羅があって、口はくちばしのようにちょっととんがっていて、そして頭の上にはお皿が乗っているんですね。このカッパの弱点としてお皿の中にある水がなくなってしまうと弱ってしまうっていう風な弱点があります。はい、カッパはいたずら好きで人が、池や川の中で泳いでいる時に足を引っ張って水の中に引きずり込もうとする、そういったようないたずら好きの妖怪です。しかし一方で礼儀正しい面もあるそうです。例えばカッパに出会った時にお辞儀をすると、礼ですね、お辞儀をするとカッパもお辞儀をしてくれるそうです。そうするとカッパの頭の上にあるお皿の水がね流れてしまいますね。なのでカッパが弱ってしまってカッパから何もいたずらをされないというカッパをねから逃げれるっていう風なそういったことも語り継がれています。
はい、その、カッパは水の中に住む妖怪で、一方で山の中に住む妖怪、鬼の他にも天狗があります。天狗は赤い顔をしていて長い鼻が特徴的で、天狗は、昔はとても怖い存在でした。山の中で怖い存在でした。山に入ってきた人を迷わせたり、あとは木の上から見張ったりしていました。しかし天狗もまた一方でいいところがあって、時には修行をしている僧侶やお坊さんであったり武士にこういった剣術を教えたりする先生的な立ち位置をしていたということもあるそうです。なので、天狗は一口にその悪い妖怪ではなくて、後々は山の神様や自然の守り神として象徴されてきたそうです。はい、あともう一つ、少し人間に近い妖怪、六六首をご紹介しようかなと思います。六六首というのは昼間は普通の女性に見えます。しかし夜になると首が長くなる妖怪です。はい、でその昼間は普通の人にしか見えません。しかし夜になると首を長くしてあちこち見回ったりして、また人を驚かせてしまいます。日本の昔話では旅人が泊まった宿に綺麗な女性がいて、夜にその人の部屋を覗くと六六首でしたというようなオチがあるのがたくさんあります。はい、六六首もまた悪い妖怪じゃなくて、誰か人がいないかなっていう風な寂しい気持ちを持っている妖怪ともよく言われています。はいはい、このように、日本の怖い話はたくさんあります。この動画の後にも例えばその百物語であったりとか怪談であったり、日本の妖怪を一度探してみてください。 Google してみてください。たくさん現れると思います。はい、その伝統的な怪談怖い話の他には、現代では日本のホラー映画も世界的に有名なんじゃないかなと思います。はい、海外のホラー映画ではゾンビであったり吸血鬼であったり、あとはチェーンソー殺人鬼、または悪魔であったり、こういったもうはっきりとしたモンスター像が描かれていることが多いという印象を私は受けます。そういう怖さは血であったりとか音やスピード、アクションによって表現されることが多いと思います。しかし日本のホラー映画は少し違いますね。日本のホラー映画では静けさと不安感が一番重要です。例えばドアの隙間から見える目、あとは誰もいるはずのない部屋から聞こえる足音、あとは白い顔の女の人がじーっとこっちを見ている、こういったような見えないけどいる気がする恐怖というのが日本のホラー映画の特徴なんじゃないかなというふうに思います。はい、有名な映画には皆さんもきっとご存知かと思いますが、リングや呪音などがありますね。こういったものも静かに近づいてくる恐怖であったりとか、ビデオを見たら死ぬであったり、携帯電話を取ったら死ぬであったり、そういったじわじわ来る恐怖が特徴的だと思います。これが日本の映画と海外のホラー映画の違いかなと思います。今日は日本の幽霊と妖怪、そして日本の怪談怖い話についてたくさんお話できたかなと思います。はい、夏にあえて怖い話を聞いてゾッとして寒くなる、涼しくなるというように、日本の夏にはそういった風習文化があります。はい、皆さんの国にはどんな幽霊や妖怪怖い話がありますか？もしあればコメント欄で教えてくださいね。はい、ではまた次のエピソードで会いましょう。またチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。ではまたね。じゃあね。